ブルーのはい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 、そこも使いたいと思います。でもそこから PR を。かわいい。でそもそもこういう発信活動をするようになったのか、副業を始めたいなと思っている人にも何かヒントになればいいなと。はい、ありがとうございます。そこまで来たくなく、保湿されるなるところ、肘だったり膝だったり、はい、お風呂から出てきたのでもらったパックを一つ使いたいと思います。この他にもいっぱいいただいたんですけれど、今回はこのラビウムのパックを使いたいと思います。グリーンシトラス、肌荒れとかビタミンとかで肌のキメを整えてくれるそうです。こういう試供品はめちゃくちゃもらえるんですよ。なのでもうパックはもう使い切れないほどたくさん家にストックがあるんですけど、実際に試してみて良かったものとかがあったりすると、そこから PR をお誘いをいただいたりとかした時に、あの時使ったあれだみたいな感じで実際に自分がいいと思ったものをご紹介してるっていう感じで、中がね面白い。こんなシートになってて、これは分かれてるやつなんだね。上と下がこういう感じで上と下が分かれておりました。つけたいと思います。待って、これってさ上からつけるの下からつけるの？なんかちょっとよくわからないけど、すごいプルプル、面白い。すごいプルプル。やり方合ってるかな？すごい超プルプル。口閉じてこれをつけるってことかな。これ40分やるのかな。すんごいプルンプルン展示会はお誘いをいただいた時は結構行くようにしてるんですけど、やっぱりね、流行りのものとかこれから来るものとかを直に教えてもらえたりするので、その成分とかね、どういう人に向いてるとかすごい勉強になるんですよね。ということでパックを入れつつ乾かしていきたいと思います。まだご飯も作ってない。改めましてリアと申します。ちょっと今日はご飯を食べた後お菓子を食べながらちょっとお話をしていこうかなと思います。私はさっき動画を見ていただいた通り、展示会に参加させていただいたりなど、インスタとか TikTok とかのインフルエンサーとして今は活動をさせていただいている反面、複数の事業を今展開させていて、まだちょっと始め途中なんですけれど、その何個かあるやつと普通に OL さんを再開しまして4つのお仕事をやっています。で最近ありがたいことにすごい DM をいただくようになりまして、本当にインスタとかね DM いただいてありがとうございます。私のこういう発信とか質問をしてくれるんですね。なので、そういうのも含めて今日は改めて私が、なんでそもそもこういう発信活動をするようになったのかっていうのをお伝えしていこうかなと思います。これを見ていただければ、お仕事で今何か会社でちょっとこう塞ぎ込んでいる部分があってどうしようか悩んでいる人だったり、あとは何か始めようと思っている人とか、副業を始めたいなと思っている人にも何かヒントになればいいなというふうに思っております。早速なんですけど、なんで発信活動を私はしているのかっていうと、主に3つあります。そのうちのまず1つ目が、そもそも私はもう普通の OL をもう新卒から5年ぐらいですね、商社でずっと働いていたんですけれど、その時はもう入りたての時ですねもう新人だし頑張らなきゃみたいなすごく思っていて、周りの先輩とかにも負けないみたいな、追いつきたいみたいなのをめっちゃ思って、社会人 3,4 年目ぐらいですね、その時にどの方もそうだと思うんですけど、3年目ぐらいになると周りが見えてくるんですよ。もうある程度新人っていう枠はもう消えて、できることもある程度もう増えてきたってなった時に、何も
こう褒めてもらえるものもないし、自分が成長しているのかもよくわからなくなってくる。周りの40代50代ぐらいの先輩方を見ていると、なんかもう辞めたいんだけど辞めれないみたいなことを言ってる人がすごく多かったんですよ。もうね、入社3年目で見ちゃうとこうやる気もなくなってきちゃうし、自分はもうステージで頑張って上がろうと思ってすごく頑張って仕事をやっていても、残業をやってる人は残業の手当がつくし、でも早く定時で終わらせてる人はまだ余力があると思われて頑張って仕事を終わらせたにもかかわらず、仕事量どんどん増やされて、どんどんキャパオーバーになってくるっていう、本当に悪循環だったんですよ。もう本当に頑張るのが意味が分からなくなってきちゃって、何のためにこんな頑張ってんだろうみたいな風に思い始めてたんですね。で、3年目の時に会社から結構重ための顧客をもらったんですね。結構パワハラみたいな、モラハラみたいなのをすごい圧をかけられるようになってきてしまって、で上司にもう担当を変えてほしいっていう風に言っても、いやあなたじゃないと務まらないよっていう風にこううまいようにあしらわれてたんですね。だけど本当にどんどんしんどくなってきちゃって、なんで私こんな嫌な思いをしてまで仕事してるんだろうみたいな思うようになってきたんですね。で、会社も変えてくれないし、守ってもくれないし、お客さんだから強くも言えないし、何も自分で守ることができないっていうことにすごく悲しみと恐怖を覚えましたね。それがまず一つ目でした。きっかけのほんと一つ目で、二つ目がちょうどその3年目の時に、私の親友ちゃんがですね、建築家なんですけれどフリーランスに変わったんですね。その姿を見てすごく影響を受けたっていうことが本当に大きくて、彼女にしかできないことをやってるっていうのにもうすごくかっこよく見えたんですよね。で、そこからなんか自分にしかできないことをやってみようっていう風に思いました。その変わるきっかけをくれたのがその彼女であり、その2つ目であります。で、3つ目、自分にしかできないことをやってみようと思った時に、ちょうど私も一人暮らしをするタイミングが来たんですね。で、その当時ナイトルーティーンとかルーティーンっていう言葉がすっごく流行った時代だったんですよ。私も YouTube を見るのがすごく大好きだったし、ちょっと Vlog 撮ってみようって撮って、でそれをもう1ヶ月後に YouTube に上げたところ、タイミングよく自分の動画がグワッて上がってくれた感じでした。この時に初めて自分が作ったもの、自分にしかできないものが、それを、いいねとかコメントしてくれたりとかで評価してもらえたことがすっごく嬉しくて、その時初めて会社じゃなくて自分っていうその価値を認めてもらえたような気がして、すっごく嬉しかったのを覚えてます。もう私はこれだっていう風に思って始めたのが3つ目のきっかけです。なので本当に3つ目のきっかけは、今見てくださっている視聴者の方、昔から見てくださっている方とか、本当に私を見つけてくださった皆さんのおかげで、今の私がこうやって発信活動をできるようになっています。本当にありがとうございます。で、今お伝えしたように、私はもともと何にも本当にスキルもゼロで、もう自分の趣味で始めたことが自分に求められていることをどんどんやっていった結果、今のフォロワーさんとか登録者さんとかにつながっているのかなっていうふうに思ってます。収入源をどんな形でもいいので1個は持っておくと、本当に心が落ち着くんです。本当に冷静な考えが見出せるようになるんです。これがもし何も私が収入源がなければ悩んで賢明な判断ができなかったと思うんですけど、収入源を作ったからこそ、私は一回フリーランスとして会社を辞めて自分で仕事をするっていうことができたんですね。今は逆にライフスタイルに合わせて仕事をしたいなっていうふうに思っていたので、もう一度会社に戻っているんですけれど、収入源の柱は何個も持っています。なので本当に今会社で何か悩んでいるとか、そういう方はまずは上司とか同僚とかに相談して、それでも解決できないっていうことであれば、私みたいに何か自分の好きなことをお仕事にしてみていただけたらなと思います。そして何か副業をしたいなとか、何か始めたいなと思っていることがある人は、ぜひその何かやってみたいなと思うことを始めてみてください。本当に私は
ただこうやって趣味で始めたことが仕事として変わったので、今始めたものがもしかしたらうまくいかないかもしれないし、自分がもしかしたら好きではないものだったのかもしれないけれど、それってやってみなきゃわからないことなので、ぜひやってみてください。파란 하늘에 핑크빛 구름 내 손에 너의 계절 chocolate I'm feeling so good 눈에 보이는 모든 게 예뻐 You already made my day 다가와서 꽉 안아줄 때 충전되는 이 느낌 너와 함께라면 어디든 좋아 지금 이대로면 멈춰도 좋아 뚜렷한 기억 처음 손잡은 그날 누구 건지 모를 palm sweat We'll never let go 헤어지기가 아쉬운 나날들 Oh, you're my sunny day 손이 잡아 널 바라보며 yeah. 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 영원히 옆에서 지켜줄게 언제라도